それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたに会えない時に感じている妄想、考えていることについて見ていきます。今回も夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャルでお届けいたします。エンタメ要素強めとなりますのでご了承ください。会えない間、あの人はあなたのことについてどんなことを考えているのか、早速もらっていきましょう。それでは見ていきます。シャッフルしていきます。そしてお相手の方から実際に動いてくれるのかどうかっていうところも合わせて見ていこうと思います。どんなこと考えていたのかなっていうのをまずもらっていきます。はい、それでは見ていきましょう。カードが入るといいのですが、少しだけ確認させてください。ちょっと位置だけね、いつもカードずれちゃう時あるので、入ってるかどうか。はい、大丈夫そうですね。お相手の会えない時に何を考えていたのかっていうことで、今回は性的魅力や願望っていうところ、夜の妄想っていうところをテーマにしているので、それをメインにしてお届けしていきます。かなりね、会えない時、会えなくて苦しいよとかね、そういうことを、考えていますね。夜の妄想として、会えないからこそたくさんの妄想を繰り広げている感じがします。何かね、普段だったら言わないようなことまで考えていたりとか、そうですね、リアルに口に出して言うようなことをあまりしないかもしれないんですけど、それもね、言えちゃうような感じでお相手の中で入ってる気がするんですよね。まずね、ルノルマンカードでこのお相手って普段どんな感じなのかなっていうのを1枚だけ出していこうかなと思います。それが分かると、この方が普段ロマンチストなのかリアリストなのか、どんな感じなのかなっていう、この方積極的に、ご自身の欲望というかね、願望のために動くっていう積極的な方ですね。ロマンチックな要素も入ってるかもしれないですね。ライダーのカード、ただ行動しているアクティブな方だから、会いたい時会いたいし、連絡したい時にしたいっていう風に、熱烈な感じで入ってきますね。はい、普段今現在のね、このお相手の様子、リアルなところっていうと、もうすでに動いてるよっていうのが入ってきてるので、積極的に動く方ですね。もしこの方がロマンチストじゃなかったとしたら、普段甘いささやきとかしなかったとしたら、妄想の中では自分は甘いささやきをしてるよっていうところが入ってると思います。妄想の中に含まれていますね。次にあなたに会ったら甘いささやきしたいなっていう風に感じてるんじゃないかなと思います。今自分一人でいろんなこと妄想しているので、その時間を誰にも邪魔されたくないっていうのがあります。あなたのことだけを考えていたい。会えない時も、あなたの愛情を受け取っていたいし、あなたのことを考えている、妄想している最中は誰にも邪魔されたくないっていうのが入ってきています。会えなくてつまんないなっていうのが出てきているので、最近会えていない、なかなか、毎日会えないんだよなっていう方もいるんじゃないかなと思います。あなたに会えなくて不満というか、なんかね、暇だなとかね、そんなことを感じていますね。今まで何回か会えるチャンスもあったかもしれないんだけど、でもそれが延期になっちゃったりとかね、そのタイミングが合わなくて先延ばしになっちゃったりしたようなところもあるんじゃないかな。なかなか会えなくて思い募らせてるっていうのが出てきています。ちょっとね、頑固に考えてるところもあるので、性的なところで言えばこだわりっていうところもあります。邪魔されたくないってとにかくあなたを独り占めしたくて、独占欲も強いですしね、邪魔されたくないっ
っていうところがあります。次会ったら優しくしてあげようとか、甘いことささやこうとか、そういうことも考えています。とにかく今はあなたと一緒にいる時間を大切にしたいから、会いに行きたいっていうのが入ってきていますね。あなたがそのお相手との関係性ってところを見ていくと、ちょっとちぎりから離れちゃうんですけど、立場の違いだったり関係性で、あなたの方が年上とか立場が上とか、ここエンペラーのカードが入ってるので、お相手から見たら、あなたの方が先輩とかね、そのように捉えているかもしれないですね。そしてちんぎりの世界に戻っていくんですけど、あなたに実験を持ってほしいっていう風に入ってきていて、私は寄り添うんですっていう流れでこの方は妄想をされています。会えないからこそ妄想が膨らんでいるし、その会う会わないっていうのは実際のところあなたに関わってきてるんじゃないかな。あなたが会うよって言えばすぐ会えるし、あなたが今ちょっと待ってねって言ってるからなかなか会えないっていう決定権があなたにあるような感じもします。お相手から見たらもうあなたが自分のちぎりの世界の王様っていう風に入ってるので、その王様を手放したくないっていうのがね、ずっと君臨しててほしいってことなので、この方の妄想の中ではあなたが主導権を握っているっていうのは間違いなく出てきていますね。優しかったりとか激しかったりとかね、お互いの声を聞き合ってささやき合いながらっていう妄想もちゃんとされていますし、かなりねこの毎日の積み重ねっていうカードが入ってるので、毎日のように考えているし妄想しているしっていうところがあります。はい、ではもっと1枚出していきましょう。蛇のカードが出てきています。しつこくあなたに責められるのを今想像しているよっていうのが出てきていますね。最終的に寄り添っていけるような、結末っていうのを望んでいるので、その達する時ですね、お互いが頂点に達する時っていうのは2人で一緒に寄り添いながら達していきましょうっていうところが出てきていますからね。甘いささやきもあったりとか、このもう少しね粘り強く攻めてほしいとか、そういう願いとかもありながら、あなたにお任せしますっていう感じなんですけどね、そんな感じで最終的には2人で寄り添ってまとまっていけたらなっていうような思いがあります。かなりこだわりを見せているので、あなたを手放したくないとか、ここすごくあなたに対して愛っていうところ、あとあなたと一緒にいると心地いい、一緒にいるというか肌を重ねると心地いいんだろうなっていうような妄想をしていたりとか、ぎゅっと抱きしめて手放したくないんだよな、もう二度と話したくないなとかね、そういうお気持ちもあるし、日々あなたのことを考えながら過ごしているよっていうのが強く出てきているので、見た目とかにも出てきているかもしれない。実際に言葉で会いたいよとか、あともう見た感じあなたのこと気があるんだろうなっていう風に思われるようなぐらい顔に出ている方もいると思いますね。今は会えていないんだけど日々思っているよっていうのが伝わってきますね。ただ今のねこの性的欲求を満たしていくためには、今切り開いていかなきゃいけないことがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、そのためのヒント解決策っていうのを自分でも模索しているし、またそれを望んでいるんですよね。実現化していきたい、あなたと一緒にゴールしていきたい、到達していきたいっていうことを叶えたいから動きたいし、あなたの扉を開くための鍵が欲しいっていうふうに思ってるので、だから心の鍵とかね、体の鍵とか、その鍵が欲しいっていうのが強く出てきていますね。今2人でゴールするための方法、やり方、解決策、その重要なヒントっていうのを手がかりにこの方は日々思っているよって強くね思っていますね、あなたのことを。はい、ここまで出てきているので、では次にその会えない時にねお相手がどんなことを考えていたかっていうのも出したので、あなたへのアドバイスだったりとか、この方がまず望んでいるプレイスタイルっていうところで、まずタロットから出しましょうか。この方が今その妄想の中かもしれないんだけれども、ごめんなさい、一回しまいますね。妄想の中かもしれないんですが、
なたと、あなたにもし会ってちぎりを交わすことになったら、自分はどんな風にしていきたいのか、なんか次にね、もしちぎりをするんだったら甘いささやきしたいなとかね、そういうことを考えてるんですよ。ちょっと恥ずかしいこと言いたいなって、普段だったら口に出して言わないことかもしれないんだけど、ささやきしたいなっていう風に思ってるので、どういう、体勢がお好みなのか聞いてみましょう。熊と対峙しているワンドの9番、ワンドの10番、世界のカードが入ってきている。なるほど、未来ね統合されますよっていうのが出てきてるので、もう実際ねその実現化させていくためにとか、この方どんなスタイル求めてるのって言ったら、もう本当に2人がつながっていくっていうね、この世界のカードを出してきています。なので実現するかもしれないですよね。この方積極的に動いてくるかもしれません。それは出てきています。そして問題としては我慢している感じっていうのが出てきているので、抑制ですね、抑え込んでいることによって今の関係性バランス取ってるっていうことが出てきてる。自分で会えない分ね妄想することによってバランス取っていたりとか、会えてる時でも甘いささやきをしないでクッとねそここらえていることによって今の関係性保っているとか、そういうところもあると思うんだけど、我慢することから抜け出していけば、あとはもうおのずと自然と触れ合ってつながっていくだけなんじゃないのみたいな感じで入ってきていますね。そしてこれお相手とあなたっていうところで、ここワンド9、10って入って、ここもねワンドの10が入ってるので、実際問題かなり2人の間で今その仕事忙しいとかね、オーバーワーク疲労のカードなんですね。疲れていたり、特にお相手、これお相手か、こっちがお相手でこっちがあなただから、あなたが疲れていたり、でもお相手もね現にここにワンドの10が入ってるので、両方が今やることいっぱいっていう感じもするんですよね。でそうじゃなかったとして、その性的要素でもし盛り込んでいくとするんだったら、こっちはもういつでもねいけますって、あなたがこのクマなんですよ。クマさんでかなり手強い大きな存在なんだぞって、エンペラーですもんね。大きなエネルギーを持った存在なんだと、パワフルな存在だけど、自分はこうやってもう準備万端で行こうと思ったら行ける、ただタイミングを伺っているような感じ。そしてあなたの方は今収穫に向かって荷物を運んでいる、あなたの中でも抱えきれないほどの欲求だったりとかエネルギーっていうのを抱えているような状態なのかもしれない。今この2人がぶつかり合うというか、結びつく途中なんですけど、ここに達するまでの間に、抱えてるものあなたの中でたくさんあるよって、それはエネルギーなのかもしれないし、お互いが抑え込んでいる分、抱えてるものがお互いある、溜め込んでいるものがあるのかもしれない。それを出していけばね、こうやってつながっていけるんじゃないかなっていうのは出てるんだけど、じゃあどうやってそれをどっちが動くっていうところを見ていきましょう。どっちが動けばいいの、あなたなのお相手なのっていうところで、まずこっちがお相手、こっちがあなたなので、あなたの方も1枚、どっちが動くっていう形でね見ていきましょう。ちょっと現実味を感じるようなことね。はい、では、もらっていきましょう。お相手の方から動きそうな感じ、コウノトリ。そしてあなたはマーケティングのカードが入っています。市場調査してくださいっていう風に出てるので、世のね女子たちはとか、世の男子たちはどのような流れでやってるんだろうかとか、そういうことを、周りのことをよく調べてくださいねっていうことですね。マーケティングなので、自分が今悩んでいることとか、どうやって進めばいいかなとか、どの道を極めたらいいかなっていうことに対しても市場調査してくださいねっていうのが出てるんです。いっぱい抱え込んでるものって性的エネルギーかもしれないので、それを
どううまく分散させていけばいいのかなとか、世のね方々はどのようにやってるんだろうっていうのことに耳を傾けることっていうのもいいかもしれません。我この一本道なんじゃなくて、あ、そういうやり方もあるんだねっていう感じでいろいろ調査してみてくださいねっていうのがアドバイスで入ってきています。で、動くんだったらこのお相手からなんじゃないかなと思います。コウノトリさんなので自分で向かっていくんですよね。幸せの方に移動していく。だからこの方は来ると思います。来る、愛情を持ってやってくると思うので、この方の動きを待ってもいいし、その間に自分の荷物ね、今抱え込みすぎだから疲れているとか、仕事忙しいとか、なんかこう要素があるんだったら、それらの荷物を少し軽くするために、調査を行ってください。どうしたら軽くなるかなって、または性的エネルギーとかね、そういうところについても調べてねっていう風に出てきていました。ではオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。お相手が会えない時に考えてることって、もうまっすぐにあなたのことしか考えてない、あなたのことしか考えてないっていうのがすごく連呼されて出てきています。それぐらいこのお相手にとってあなたって大きな存在だし、今お相手が伝えたいことっていうことでオラクルもらっていきましょう。でね、この赤い方からももらっていきましょう。で、白い方がお相手が伝えたいことで、赤い方が今のあなたに必要なメッセージっていうことで、気づきを与えてくれる一言メッセージとしてお受け取りください。はい、これでもらっていきます。ではお相手からのまずメッセージとして、その道は本当にあなたが目指すべき方向なのっていうメッセージが入っています。今あなたが抱え込んでね、たくさんの荷物抱え込んで動こうとしてるんだけど、でも前見えてないよねって、それ本当に自分のやりたいことを目指してるゴールなのっていうところで、お相手が伝えたいよっていう風に言ってます。尋ねてますね、あなたに。それって本当にしたいことなのっていう風に出てきています。ではこちらが好転メッセージ、あなたへの気づきのアドバイスカードです。悲しみから目をそらせてはいけないよ。悲しみに支配されてもいけない。だから悲しいこと、落ち込むこと、ネガティブなことから今立ち上がっていくんだよって。目を背けてはいけない、逃げたいと思っていて逃げてばかりじゃしょうがない、ダメだよって。だけどその逃げたいと思っている出来事や思い事柄から、そのことからね逃げてもいけないし、それらに支配されすぎてもいけないから、自分自身を律していかなきゃいけないねっていうところもあるんですね。はい、そこをやっていくとより良くなっていくでしょうっていうのがあります。悲しいことあるのかな、今その疲れてる、悲しい、ネガティブとかそういう不安とかね、会えなくてどうしようとかそういうところから逃げてもいけないし、受け止めすぎてもいけないから、ちょうど良い感じでやってねっていうのがアドバイスでした。そしてお相手は本当にあなたそっちに行きたいのっていう風に言ってました。こっちじゃないみたいな感じでも伝わってくると思います。はい。でそしてこちらのね、亀さんと一緒に海の中かなにいる女の子のカードをお選びいただいた方、メッセージをお届けしていきます。自分の心を見つめていきましょうっていうメッセージです。あなたの心の声に耳を傾けてください。あなたが本当にしたいこと、願っていることは何でしょうか。まずそれをじっくりと見つめること、そして深い深呼吸を行っていきましょう。リラックスしてね、今この息がねゼーゼーした状態で過ごされているのかもしれない。息苦しいとかね、生活しづらいとか生きづらいとかね、会えなくて苦しいとかね、そういうことをいっぱいいっぱい抱え込んでいるかもしれないので、深呼吸して楽にリラックスして柔らかくいてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとねお堅いところがあるかもしれないので、もう少し柔らかくいられるとより良い流れがやってくるんじゃないかなと出てきていました。今回は夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、お相手が会えない時にあなたのことについてどんなことを考えているのか、性的妄想も含めて見ていきました。とってもね愛しているし大切にしている、時間が合えば会いたいなっていうこともお相手感じてくれているので、こちらのメッセージアドバイスっていうのもぜひ参考にしてください。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル。会えない時、お相手はあなたのことについて何を考えているのか、夜の妄想も含め見ていきます。よろしくお願いします。今回もエンタメ要素強めとなっています。ご了承ください。はい、では早速ですが、お相手が会えない時にあなたのことについてどんなことを考えているのか見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。そうですね、お相手が会えない時ね、その会えない時あなたと会っていた楽しい時間とかそういうことを思い出していますね。ここ懐かしむカードが出てきています。思い出に浸っているとかね、デートしたあの日のこと、あの時間過ごしたこととかね、そのようなことも思い出していますね。そして夜の妄想も含めながら見ていくので、会いたいけど会えないとかそういうことも入ってくるんですけど、ね、そのあなたとつながりたくてもつながれない、そしてその一度関係性を持ったことがある方もいると思いますし、あなたの方が年上とかね、目上の方っていうのも入ってくるんですけど、そういうね、年齢のことだったり立場のこととかね、その関係性があるないっていうのを除いても、このあなたと過ごした時間が忘れられないよっていうのが入ってくるので、とても楽しかったっていうのが入ってくるんですよね。一緒にいる時間、ちょっとしか会えなかったとかね、そのわずかな時間でもつながれたことがすごく今でも忘れられないとかね、そんなに間は空いていないような気もするんだけど、今その現時点でじゃあ自分が会いに行けるのどうなのっていうふうに問われると、ちょっと今は自分からは動けないかなっていうのが入ってくるんですね。で、そして夜のお誘いっていうのも自分からはいけないかなっていうのがある。でも気持ちとしてはすごくあるんですよね。活力があるので、できるんだったら自分でこう動いていきたいんだけど、もしくは動いても空回りしちゃったんじゃないかなっていうのが出てきていますね。だから制御していくのかなっていう流れになっていくんですよね。もし動いても空回りする感じが少しだけ見られます。どうすんのっていう感じになっちゃいそうな気がするんですよね。結果的にね、動くってすごく勇気のいることじゃないですか。会えない中会いに行くとか連絡するとか、その会いたいよって気持ちを伝えることだったりとか、もうこれ実際にこう勢いよく動いていて自分の気持ち伝えるんだって気持ちっていうのは、好きだよっていう気持ちじゃないかもしれないけど、こう素直にね、会いたいから会いに来たとかそんな感じでドンってくるような感じなんですよね。力強い感じ、つながりたいからお誘いしに来たとかね、そのような勢いはあるんだけど、考えてることってかなりこうとらわれていたりとか、身構えていたりとか、ね、心も頭の中もかなりこうとらわれているような感じ、その中でもがいているっていうような感じかな。もがいて空回りするっていうような感じがするので、このお相手ね、夜の妄想で言えば、自分がすごくね、その今あなたに会えなくてね、触れられないから自分の頭の中でいろんなことを考えているんだけれども、ね、それでひとときの幸せというかね、発散したりとかはしているんだけれども、結局あなたが近くにいないと一人だけじゃなーっていうような気持ちではあるんですね。なので性的欲求で言えば、本当にその生身のあなたの体というか心とかね、魂が近くにいて2人揃っていて満たされるのがいいんだよねって。
だから体だけ元気でもここですね、気持ちが通じ合っていたりとか、あとあなたが近くにいなかったら満たされないよなっていうところは感じてるんですよ。満たしてほしいっていうふうに思ってるしね。足りないもの、自分に足りないもの、足りない気持ち、自分一人だけじゃ補えない気持ちの通い合わせることとかね、つながりとか、そういうことをあなたと一緒に喜びを分かち合いたいとか、そういうところもあるので、ロマンチストですよね、この人。基本的にあなた自身もそうだし、2人で満たされてなんぼだよねっていうところも考えているから、1人だけ起き上がってもしょうがないよなっていうところが性的な妄想としては入っています。この人の今の、現状というか、その夜から少し離れるんですけど、実生活でどんな生活なんですかっていうこの人の状況をね、見てみましょう。星のカード、少し距離があるのかな、あなたと。そんなに気軽にすぐパッと会えるような関係性じゃないとか、距離が離れてるとか、会いたい時にすぐ会えないんだって、でも気持ちはすごくあるので、もう会いたい気持ち抑えられないとかね、そういうところもあるんだけど、少し離れてる感じだけど、すごくあなたに対して明るい気持ちを持っているし、あなただけが頼りなんですとかね、そんな感じもしますね。この人の向かってる先は星、あなたっていうところが出てきてるので、空回りするようなことってなんだろうなっていうところを見ていきましょう。動けないところ、気持ちがあっても今の現状的に動けないことがあるんじゃないかなと思うんですね。お香のカードですね。ちょっとね、煙に巻かれていて現状よく見えていないっていうところがあるんですよ。そうですね。誘惑だったりとか、今その誘惑ってねワードは入ってないんですけど、今私が感じるのは、お香を焚いていて、良い香りがするわけじゃないですか。煙もくもくしているので視界は悪いんだけど良い香りがしていたりとか、香りに誘われてふらふらと入っていってしまうような、そんなイメージもするので、この方の視野が今クリアになっていない。そしてその性的欲求を満たしたいっていうようなお気持ちもあるんだと思います。でも視界がねちゃんとクリアに見えていないっていうのはあるので、暴走しちゃうような感じもするんですね。そうですね。いろいろと不安というかね、不安ではないんですけど、思ったように動けないなとか、なんでかなって、それはねあなたの視界がクリアになってないからですよって言いたいんだけど、それに気がついていない。ただただもがいてこうね、動こうってなんとかしようっていう風にこうやって模索してるんだけど、模索というか動いてるんだけど身になってないというかね、結果伴ってこないから、あれおかしいなって、なんだろう、なんか煙に包まれてるような感じって、動いてるのに動かない、変わらないような、そんな感じがするっていう風にこの方の中では思っています。そうですね。でこれから先会えない期間が続くんじゃないかなっていう感じがするんですね。別にこれその遠距離で設定してるわけとかじゃないんですけど、どんな関係性の方でも全然ご覧いただけるんですが、でもそのすぐになんかこうデートできないとか、その会うっていうことでも人によってニュアンス違うじゃないですか。そのお付き合いしていても遠距離なんですっていう方もいるだろうし、そのお互い思いが通じ合ってるかどうかわからなくて、次いつデートできるかわからないって人もいるだろうし、それぞれの関係性に当てはめてください。でそれでその関係性の中で、その普段会ってるんだけどデートがなかなかできないとか、あともう本当にね、次いつなんだろうっていう風に単純に感じちゃうような、そんな距離を感じます。これから先も我慢するっていうのが出てくるので、結局その自分の中で答えを見つけなきゃいけないよっていう風にお相手の流れとしてはねなっていくので、
しばらくはちぎりの関係がないかもしれないですね。こんな感じで見ていくと。そしてあなたの方は十分な愛情っていうのをお相手に注いでいるから、そのあなたに非があるとかじゃなくて、この方なんか空回りしてるなっていう感じですね。もう少し視野を広げていけばいいんだけど、そのための答えを今自分の中で求めていくので、でもね、期待しているところっていうのは、あなたと一緒にいる喜びや満たされる気持ちっていうところだから、体のつながりに愛情っていうところをあなたが注ぎ込んでくれるから、そこで満たされる思いっていうのがあるんですよね。だから忘れられない思い出とか、あなたから分け与えてくれたものっていうのを今でも大切に思っているよっていうのがあるんですね。もう1枚だけお相手に出しましょう。お相手が動けないのっていうのはなんでかな。ペンタクルのキングが入ってきました。そうですね、なんかその自分の立場だったりとか、あとそのあなたと同じ目線でいられるためにっていうことで、今その自分の、成長だったり、そうですね、向上させていくために、生活そのものかもしれないし、その技術的な面でね、こう夜の妄想で膨らませてるかもしれません。自分が立派になって戻ってくるんだとか、帰ってくるんだとか、あなたに見合うような人間になってあなたの横に並びたいんだっていう風に、これを目標としていますね。今その動けない原因としては、まだ自分がどっしりと構えられていないっていうのがあるので、こう不安定な感じがするかもしれません。気分屋とかじゃないんですけど、転々としていたり、場所をね、移動とか引っ越しとか出張とかで転々として離れていたりとか、あと不安定っていうのがあるので転職を繰り返していたりとか、あとはその時々怒りやすくなっちゃったりね、気分にムラがあるのかもしれないし、まだどしっと構えていられないとかね、あなたを迎え入れる体制がまだ整っていないっていうのもあるかもしれない。模索してるよっていうのが出てきています。はい。なのでもうちょっとだけ時間がかかるかもっていうのは出てきてます。じゃあこれから2人はどうなっていくのっていうのも、実際のところじゃあどうなんですかってところを見ていきましょう。お互いにとっての今のね状況だったり、これから先のことだったり、2人にとっての今課題点というかポイントになるところってどこなんだろうって。で、今この2番の方見ている限りだと、お相手が今模索状況であって、あなたはどちらかというとゆっくりと落ち着いて構えていて、いつでも愛情を捧げますよっていうような状態なので、そうですね、お相手がこう嫌だとかそういうことは出ていないんですよ。動きたくないとかね、そういうことじゃないんですよね。はい、これでもらっていきます。じゃあどっちから動くのっていうことも見ていきたいんですね。まずこれがお相手です。こっちがあなたです。見ていきます。お相手エンプレス出てきていますね。そしてあなたの方がソードのクイーンです。はい、いいですね。そしてこちらが今2人にとっての問題点としてカップの A と、そしてやっぱりワンドの10がここで入ってくるんですね。未来なんですね。オーバーワークのカードですね。どうかなっていうところですね。このエンプレスっていうところも少しいいカードではあるんですね。あなたのこと好きだし、愛しているし、愛されたいっていう気持ちもあるし、これから先ね、ここ道が映っていますよね。歩んでいきたい、ちゃんとした道やゴール、この先の目的地っていうところも見えてはいるんだけど、じゃあこの女帝って動いてるんですかって言ったら、座ってるから立ち上がって動いてはいないんですよね。かといってあなたも座ってるから動いてはいないんですよ。確かにね、女帝とクイーンだからとても良いんだけれども、どっちから動くっていうのをテーマで見た場合はどっちだろうなっていうのがあるかなと思います。そしてこのお相手の結果としてもハーミットでここ締めてるので、自分の中でまだ模索してる最中っていう感じ、プラスオーバーワークが入ってくるので、抱え込んでいくような感じですね。なんとかしようと思って動くんだけど、
結局まだはっきりとした動きが出せないとか、動いても空回りしちゃうとかね、そんな感じなんですよね。問題点としてはカップのエイドなので、そう割り切れるかどうかってこともそうだし、今その自分の中で不要になった思いを手放していけるのか、次のところへ向かっていくために、この道を歩んでいくために今ここで切り捨てていくものあるんじゃないっていうところが問題点ですね。お互いの問題点なので、どっちから動くかっていうところを見ていきましょう。はい、本のカードもう一回切ります。正確なポイントを見ていくことで、あなたのところに蛇のカードが出てきています。気持ちいい、愛情深くて優しいあなたっていうのが入ってるんですが、時々なんかこうやきもきしちゃうところがありますか？お相手に対して。どっちなのかはっきりしてほしいなとかね。そうだね、早くしてほしいなってことかな。なんか動いてるんだけど結果伴ってないよね。だからちょっとあなたの方でも焦っちゃうような気持ちだったり、お相手のことよく見ていますよね。この人どうやって動いてくるんだろうとかね、動きを見てるんです。自分から動くというよりはずっと見てるって感じ。お相手のことをずっと見てる。 SNS とかも見てる方いるかもしれない。つながってるんじゃないかな。 SNS でつながってる。 LINE とかじゃなくてインスタだったり、YouTube だったり TikTok だったり、お相手の写真が見れるとか、今何をしてるのかってことが見れるような、そういう SNS を使われてるんじゃないかな。見てるような感じがします。ストーリーズを見ていたりとか、投稿を見ていたり、つぶやき見ていたりとか、あなたがしっかりと見て、この人どうやってどんな風に感じてね、どんなことしてるんだろうっていうのをいつも見てるよっていうのが入ってきています。動くっていうよりは見てるっていう感じ。そしてお相手の方は本のカードが入ってるから、その自分の中で知識を今集めようとしている。どうやったらより豊かになっていけるのかなっていうところですね。どうやったら自分の地位を確立させていけるのかなとかね、安定させていけるのかなっていうことで、やっぱり模索なんですよね。勉強するっていうことで、答えを出すために知識を集めたりとか、どうやったら自分が動いていけるかなってことに対して考えていたりとか、ムラがあるところもあるかもしれないですよね。ムラと無駄ね、どっちもあるかもしれないですね。空回りしちゃってるってことは、その分ね、その空回りしてる余分なエネルギーっていうのをそぎ落としていかないとクリアになっていけないんじゃないかなってところがあるから、もう少しだけこの人時間かけて自分の中で答えを見つけたり、勉強すること、知識を増やすことによって見解が広がっていくので、それをあなたはずっと見てるっていう感じですね。そうですね。ではそのお相手、そうだな、またちぎるのがね、もう少し先、肌を重ね合うのはもう少し先っていうところなんですけど、お相手ね、ここ2人の問題としてここカップの8出てるので、あなたにとっても今その余分なものを削ぎ落としていく作業が必要になってくるかなと思います。より良い未来へ向けてお互いが歩んでいけるのかどうか、今のこの座っているこの時点から立ち上がって進んでいけるのかどうかっていうのをそれぞれに今課されているような感じですね。そうですね、そこに対してタロットもらっていきましょう。お相手が今、削ぎ落とすものとして1枚、そしてあなた自身に対してもね、今削ぎ落とすものがあるんじゃないかっていう風に、かなりねこうスマートな感じで出てきているんですけど、それでもね何かあるんじゃないかっていうのがあるので、あなたの方にも1枚もらっていって、これで見ていきましょう。今何を置いて何を動かしていくのか。お相手のテーマとしてはペンタクル3番です。ここもねお勉強カードなんですよね。より向上させていくためにとか、より自分の知識を増やして次の段階行くために技術を磨いていくっていうカードですね。職人になっていくために今まだ見習いの状態なので、
そうですね、自分自身の人生経験かもしれないし、お仕事そのものかもしれないしね、生活面のことかもしれないけど、より安定へ向けて今自分が励まなきゃいけないことがあるから、今そぎ落とすべきものとしてこのカードが出てるので、ちょっと頑張りすぎかなっていう感じですね。こだわってる感じかな。なんとか抜け出そうとか今の現状を変えようとしてもがいてるんだけど、ここに対してまだね磨かれていない。どっちかかな、どっちだろうな。いろんなことを学んで模索するのはいいんだけど、独りよがりになってる可能性があるから、そのあたりはね、あなたとお話し合いをしながら、2人で進めていくことが必要なんじゃないかなっていう感じでも入ってくるし、自分一人で勝手に進んでませんかとか、自分自身がね責任感を負いすぎていませんかっていうところも問われてるのかな。もし自分でね答え出して進んでいっちゃうような感じがするんだったら、そこを今そぎ落とすことが必要だから、そこであなたがサポートに入ってあげるといいのかなと思います。ここちょっと余分ねってすすってね削ってあげるといいかもしれません。そしてあなたの方が今そぎ落とすべきテーマとしてはペンタクルナイトです。着実にゆっくりと進んでいくっていう確実さっていうところのカードが入ってるんですけど、あまり安定を求めすぎなくてもいいのかなって、あと生き急ぎすぎなくてもいいのかなっていうのが入ってきます。安定はね求めたいですよね。不安になっちゃったりとかもしちゃうし、会えないと不安だし、こうやってもがいてるところ、一生懸命にやってるところを伝わってきてるからこそもどかしい気持ちにもなるし、だから不安な気持ちにもなるから、いろんなところを見ちゃったりとかして、今どんな動きしてるのかな、なんでこの時間返事ないのかなっていうところまで考えちゃうような感じもするから、今そこが手放していけるところ手放してもいいのかなと思います。急いで何かを決めようとしなくてもいいよっていうのが入ってきていますね。2人で話し合って決めていけばいいし、急を要することはない。確実を求めていくためにゆっくりと時間をかける、急ぐなっていう風に出てきていますね。急いで何かを決めたりとか一人で判断することないよっていうのが出てきています。ではお相手からのあなたへ伝えたいメッセージとして入って、もらっていきましょう。ワンドの10なので、しばらくは抱え込むものがあるかなと思います。それはお相手の性的欲求な面でもね、しばらく溜め込むかなっていうところはありますね。お相手が今あなたに伝えたいこと、そしてこちらの赤いカードからはあなたに今、好転アドバイスとして何かカードからのメッセージということで1枚出していきます。はい、このカードでもらっていきましょう。ではめくっていきます。まずお相手からのメッセージ、あなたに伝えたいこととして、成長とは学ぶ気持ち、謙虚な心を忘れた時に終わります。成長したいっていう気持ちが強く今出てきていますね。そのために学びたい気持ち、そして、自分自身ね、謙虚な心を忘れた時に、自分自身、あなたに対してもそうかもしれない。学ぶ気持ちや謙虚な気持ち、心を忘れたら成長ってそこで終わっちゃうよっていう風に伝えたいんだっていうのが出てますね。この方かなり向上心があるとかね、あなたに近づくために頑張って模索している最中なんだけれども、自分自身もあなたに対しても今成長っていうことを伝えたい。学ぶ気持ちや謙虚な気持ち忘れないでっていうことですね。そしてこちらがあなたに対する好転メッセージです。あなたはあの人に生かされて、あの人もあなたに生かされています、お互い成り立ってこその関係ってことですよね。カップの10です。あなたが生き生きしてるのは、そしてお相手が生き生きしてるのは、お互いがこうやってね同じところに立っているから、同じ目線で物事を見て平和な気持ちでいられるからだよ。だから、お互いの気持ちバランスっていうところも大切にしようねっていうところで、しっかりとあなたはお相手を見つめているし、そしてあなたが今生き生きとしていられるのもお相手の力、
お相手が生き生きとしていられるのもあなたの力っていうことで、その謙虚な気持ちをお互い忘れることなくねっていうのが出てきていました。少しねもどかしいですよね。まだ実際に肌を重ねることできないのかっていう風になるとね、次いつなんだろうとかっていう風に思うかもしれないけど、それはちぎりなのでね、実際に会ったりとか連絡し合ったりっていうのはできると思うので、その中でどうやって育んでいくのかっていうのを、今ねご自身の中で改めて考えて進まれていくといいのではないかと出てきていました。そしてお選びいただいたこの女の子がねたくさん顔をくっつけ合っているこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。私たちはみんなつながっているよっていうのを教えてきてくれているカードです。つながりですよね。肌と肌を重ね合うこと、目と目を合わせること、対面すること、これらのことでつながりっていうのを強く感じてください。二人でいて満たされる思い、時間、空間、そのようなものを共有してください。なかなかすぐに会えないかもしれないけど、連絡し合ったりとか、その電波というか通信機器を使ってつながってる、それだけでも満たされる気持ちとか、そこも大切にしてねってことが出てきていました、お相手とつながること、そしてあなた自身も自分自身大切にしてねってこともこのカードが教えてきてくれています。今回は夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、会えない時あの人はあなたのことについてどんなことを考えているのか、またどんな妄想をしているのかっていうところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、会えない時あの人があなたのことについてどんなことを考えているのか、そしてどんな妄想をしているのか、性的魅力願望について見ていきます。今回もエンタメ要素強めです。よろしくお願いします。早速ですが、お相手の会えない時どんなことを考えているのかってことについてもらっていきます。こちらは夜の妄想というか性的願望も含めて、会えない時どんなことを考えているのかなっていうのを見ていきます。はい、それでは見ていきます。あなたと楽しい時間を過ごしたっていうのが出てきているので、デートしたりとか、会った時に楽しい会話をしたりとか、そのようなことも出てきています。ただ、その会えない間、あなたのことを強く考えているんですが、でもこれから先の不安っていうのが強く出てきています。なんかお断りしたことありますか？お相手に対して。なかなかあなたの方が返信返さなかったりとか、あとお誘いもらったんだけれどもお断りしたとか、タイミングが合わなくてちょっとずれ込んじゃったとかね、そのようなこともあるのかな。ちょっと原因はわからないんですけど、お相手の中で今ちょっと痛みっていうのを感じていて、そしてまた同じようなことが繰り返されたら嫌だなとかね、この先の不安っていうのが強く出てきています。だからあなたと話し合って解決させていきたい、より良いものを作り上げていきたいっていうようなお気持ちが出てきてるんですね。その不安をかき消してくれるような、安心させてくれる何かが欲しいとかね、そういうところも出てきています。そして今その考えていることに競合のカードが出てるので、その関係性っていうところがある方もいるかもしれないですよね。お相手の方が上の方とか、あなたの方が目上とか、どちらかっていうのも入ってくる、立場の違いだったり、関係性なので、公にできないような関係なのか、そのハードルの高い関係性ですよね。店員さんとお客さんとかね、立場がある関係性っていうのがあって、なかなか話しかけづらいとかね、そういうこともあるかもしれないんだけど、そこでもね、あなたと過ごした時間とても楽しかったし、すごく良かったっていう風に出てるので、
ある程度関係性があったとしても、連絡し合ったりとか仲良く話せたりとか、そんなことはあったと思うんですよね。なので関係性っていうのもあるかもしれないんだけど、ここね、考えてるところとして、間に立つ人がいるとか、このあなたとお相手の間にここに立つ人がいて、この人がイエスって言わないと動けないとか会えないとかっていうのもあるし、人物じゃなくて本当にこの法律とかね、掟とか社会のルールとはとかね、秩序とはっていうところでこの方が考えているのかもしれない。世間一般的なうんちゃらかんちゃらにとらわれていて、どうしようとかね、こう痛いなって、痛いとこついてきたなってことを考えているかもしれないし、そこから再び動き出していくっていうような気持ちもあるので、なのでその動けない原因っていうのがどこかにあると思うんですね。不安って気持ちもすごく強くありながらも、でもね、向かっていきたい、やっぱりやり直したいとかね、良い結果が欲しいから動いていきたい、乗り越えていきたいっていうところもあるので、こう全体的な流れとしては不安を抱えていきながらも、でもそれでも自分はめげずに頑張って、そしてあなたと共に作り上げていきたいんだっていう気持ちが強く出てきています。どうだろうか、あなたはそれを受け取ってくれるんだろうかって、このお相手からのお気持ち受け取ってくれますかって、受け取ってくれてどんな返事をしてくれるんですか。できれば前向きに検討してくれると嬉しいなっていう風に出てきていますね。これから自分はトップを極めて頑張っていくので、だからついてきてっていうような、一生懸命今自分が努力するからねってことも出てきていますね。一つだけ、ルノルマンカード出しましょう。強行とソードの3番のところに共通で1枚テーマを出します。はい、木のカードです。はい、一方では健康状態、心身のバランスってこともそうだし、そうですね、あとはやっぱりこう確立されたもの、確定されたものっていうところが揺らぎやすかったり、しっかりと根付いていくような段階では今はないっていうところもあるかもしれない。前に楽しい時間を過ごしたんだけど、いざ関係を始めていくんだったらこれからっていう風な感じもするし、自分はこれからってところを見てるんだけど、あなたはどうだろうか。一度それが一回ね、崩れかけてしまったようなことがあるのかなっていう感じもするんですね。この辺りを見てるとお相手がかなり不安な感じなんですね。なんかこう痛いなっていう風に感じたことがあるよっていうのが出てきてるので、自分が一生懸命頑張ってることが世間的に否定されたとか、あなたが否定したわけじゃないんだけど、自分の中で誰かに否定されたとかね、っていうところがあるのかもしれない。ちょっとここ痛い気持ちがあるから、それを回復させるっていうのがありますね。あれかな、今体調崩してるとかストレス感じてるので病院行ってます、通ってますって方もいるかもしれないですね、このお相手が。なんか健康状態っていう感じで、ここがお医者さんっていう風に見ることもできますね。はい、健康状態ってことを感じてるかも。で、あとは性的要素で含めていくとするのであれば、自分が今元気になって、あなたのことを虜にするからもうちょっと待っててねっていう感じですね。まだ今その身体的なことだったりとか、過去の傷かもしれないですよね、トラウマっていうところで、そこから今這い上がってくるので、挽回させてください。そしてあなたに喜んでほしいなって、あなたがそこは違うなっていう風に言われると、やっぱりこうショックで気になるし、改善していきたいと思うし、できるだけあなたの良いポイント、グッドなポイントを掴んでいきたいので、だからできればね、グッドだよっていう風に答えてほしいなって思ってますね。あなたは気持ちいいと思ってくれてるんだろうかっていう風な感じで考えてます。でもこの先の未来っていうのは、自分はトップに君臨するんだって、自分が復活してトップを極めていくんだって、まずその自分が目指すところっていうのはもうすでに決まってるから、あとはそれについてくる技や、体的なこと、力的なことっていうのが備わっていけば、もうあとは自分完璧ですって、そしてあなたと一緒に意見を出し合いながら良いものを育んでいきましょうっていうことが出てきていますね。はい。
会えない時に何を考えているのかって言ったら、どうやったら挽回できるかってことを考えています。それは心身メンタルのことかもしれないし、あと自分が回復していくことなのでね、いかに自分が元気になれるかってことを考えているし、回復に努めていて、それを早くあなたに知らせたい、自分元気になったんだよってことを知らせたいのかもしれないですね。もうすでに元気になってるかもしれないですね。はい、そのように出てきました。ではこの後っていうことで、見ていきましょう。この2人ってどうなっていくの？もちろんね、これから先肌を重ねることあるのっていう風なことも踏まえて見ていきます。そうですね、そのお相手の力強さとか生命エネルギーっていうのを受け取ってほしいっていうのがあるので、ね、あなたのことを大切にしているし、まだちょっと受け身なところもあるんだけど、これから動いていくような感じもする。その傷が癒えたらっていうところがある。傷っていうのはあなたとの間でギクシャクしたことかもしれないし、このお相手が世間一般的なところから何かね、否定的なことを受けて今傷を負ってたりとか、心身のバランス崩しているようなところもあるかもしれない。それらから抜け出して回復していった後は、復活するよっていう風に出てきています。はい、ではもらっていきましょう。ただね、性的なことで言ったら復活のカードが出てるので、蘇っていきますのでっていうのが出ています。で、こちらがお相手です。お相手、ワンドのナイト、そしてこちらがあなたのカードです。女帝のカード、愛されましょう、たっぷりとね。そして強行のカードがここ障害なんですよね。2人の課題としてやっぱり強行がここに入ってくるので、この強行ね、ここにね木のカードも出したので、お相手の傷ついている原因とかねっていうところで木のカードがテーマとして入ったので、健康状態のことだったり、2人の信頼関係や、またはそこに入り込んでくる人がいるとかね、この人には逆らえないんだよなっていう人がいる存在があるとかねってことかもしれないですよね。問題として同じ強行のカードがここに入ってきています。そしてこれが未来です。ワンドのエース。リンクしましたね。ワンドのエースが入ってくるから大丈夫です。肌を重ね合うことっていうのもね、始まっていきますね。エネルギッシュになっていきます。なのでお相手の方もエネルギーを表すようなカードが出てるので、これから動くよとか回復してまた再チャレンジ再スタートを切っていくよっていうのが出てきています。さあ新たな冒険の旅立ちだっていう風に出てくるので、そののろしはもう上がったぞっていうのが出てきていますからね。あとはこの道を駆け巡ってあなたの元へやってくるでしょう。待っていてくださいって。そしてもしね、待ってる時間長いなって思うのであれば、自分磨きをしたりとか、よりお相手を受け入れられるような広い大地とかね、豊かな土地とかね、実りあるものっていうのを準備しておきましょうって、たわわに実らせておいてくださいねっていうのが出てきていました。本当にお相手が動いてあなたが受け止めていくっていう関係性が成り立っているので、そうですね、自分を受け入れてくれるだろうかっていうところで、受け入れますよっていう体制整えてくださいねっていうのが出てきています。やっぱりね、その強行のカードが少し気になるので、棺のカード、健康状態かなっていう感じもするし、そうですね、そうだな、信頼回復かもしれないし、中にはね、この、海外の方とのご縁っていう可能性もあります。あとはお互いの違いを受け入れることっていうのも、身近なテーマとして取り入れていきますけど、
そうね、やっぱり復活していけるかどうかっていうこのねジャッジメントがかなり大きいんじゃないかと思います。いろんな意味で、その2人の信頼関係なのか、一度傷ついたお相手のトラウマを自分自身で克服するっていうのがあるので、ね、その痛みっていうのは多分この木なので、木と棺だから、自分自身で切り替えていくことだったり、体調を崩していたらそこから起き上がってね元気になることっていうのがまず一番ですよねっていうのが出てきていました。ではそのお相手からのメッセージっていうところをもらっていきましょう。そしてあなたへの好転アドバイスももらっていきます。まずこちらの白いカード、チベット構想のオラクルカードの白い方からはお相手からのメッセージとして1枚もらっていきます。そして赤い方もあるので、赤い方はあなたへの自分自身への肯定メッセージとしてお受け取りください。まずお相手が伝えたいこと、そして次はあなたへのメッセージです。ただ向かっていくのはお相手、動いてくるのはお相手っていうのがもう決まっているっていうかね、出てきているので、はい、新しい始まりで未来終わっていくから、2人がまた肌を重ねることができるとかね、お相手が蘇れば元気になればまた再び始まっていけるので、そこに対してはね不安に思わないでねっていうのが出てきています。ではお相手からのメッセージです。評価や見返りのために人の役に立とうとしてはいけない。それはお相手からあなたに伝えたいことなので、見返りのために誰か、そのお相手ですよね、お相手の役に立とうとしなくても大丈夫だよって、見返りを求めるなっていうわけじゃないんだけど、純粋な愛であれっていう感じでしょうか。母なる大地っていうのがあなたのところに出てきているので、そこに何も余分なものとか不純物っていうのを持ち込まない方がいいなって、その方がこのお相手も動きやすいなっていうところが出てきています。誰かのために何かしよう、そのお相手を助けるために、サポートするために何かしようってあなたの方でもし思っているとするんだったら、そこに例えばお相手から良い、評価が欲しい、いいねが欲しいとか、あとは何かお礼が欲しい、自分がこれやったからこうやって帰ってくるべきだよねとか、そういうところは今は置いといてねっていうのがお相手からのメッセージです。純粋な大地であれっていうことですね。そしてあなたへの肯定メッセージとして1枚出していきます。まっすぐで節のない枝がないように欠点のない人間はいません。完璧を求めなくてもいいです。お相手に求めないし、自分にも求めないでください。まっすぐじゃなくてもいいです。人生すべてねストレートで行くわけではないので、途中曲がりくねった道もあるでしょう。それと同じようにうまくいく時もあればいかない時もあるし、すべてね欠点を見ることなくね伸ばしていきましょう。伸ばすというか、曲がりくねった道でもねうまくカーブに沿っていけばいいんだからっていう風に柔らかく捉えてくださいってね、柔らかい器でいてくださいっていうメッセージが入っていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらは、自分の目を開いて心を開いていくことを今選んでください、選択してくださいってことです。そう、自分の心の目を開く、心を開く、オープンマイハート、目もちゃんと開いて今ある現状を見ることや、自分の心を開くこと、素直になることによって自分の純粋な思いをお相手に伝えるとか、自分の周りの人たちに伝えていくこと、これが一番大切ですよ。今それをあなたが選ぶんですよっていうことがメッセージとして入っています。そして時間をかけてゆっくりと自分の中のエネルギー、力を強めていきましょうっていうのがあります。来たるその日のために今は育む、自分自身の大地をね育むっていうことに集中してくださいっていうのも出てます。そしてお相手に何か伝えるとするんだったら、そこは素直なあなたの愛情っていうのを伝えていきましょうっていうのがアドバイスカードです。はい、今回は夜のちぎりシリーズ年末年始スペシャル、お相手は会えない時あなたのことをどんな風に考えているのか、またはどんな妄想をしているのかっていうところをテ
テーマに見ていきました。必ず2人で話し合って乗り越えていくから、でまずはね、お相手がこの自分が立ち上がって向かっていくっていう、改善していくところを改善して修正して向かってくるので、その後は2人で話し合って決めていきましょうっていうところが出てきています。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。